ミュージシャンの丹野壮介さんです。こんばんは。我々飲み屋でプライベートのミュージシャンに会って話す機会多いじゃない。はいはい。壮介店に立っててなおさら会ってると思うんだけど、はいはい。ミュージシャンの何気ない会話や話題って例えば外国でレコーディングした時の話だったり、大物ミュージシャンとか芸能人とかと共演した時の話だったり、おそらく本人たち全然そんなつもりはなくて当たり前のことなんだろうけど、一般人が普通に生活してたら経験することない規格外な話題ばっかりするじゃん。はいはいはい。めちゃめちゃ面白いじゃん。確かに確かに。その雰囲気 YouTube でちょっと発信できないかなって思ってロックンロール酒場チャンネル開設したわけですよ。なるほどなるほど。それでね、この後初回のゲストで先日ギタールフを脱退したドラムのトールさん、この後ここにお呼びしてますんで、ぜひ壮介に話を聞いてもらいたいなっていうふうに思って。いや、もうそれは僕としてもとても楽しみです。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうど日本に来た時あれいつだっけかな、横浜のどっかで見て、ストーンズ。いやフーを。はいはいはい。ですぐ隣がたまたま偶然ヒロトさんとマーシーさんで、そう2人がめちゃくちゃ喜んでて、もううわかっちゃえとか、もうたまんねえとか、もう2人もうすごい盛り上がってて、本当キッズアオーライトって感じで、イベントの時ですかね、イベントみたいな時ですかね、フェスみたいな。いやフェスではなくて、なんか単独で来た時に、そうザック・スターキーか、ドラムがザック・スターキーですよね。ザック・スターキーのドラムもかっこいいですよね。かっこいいですよね。なんか本当あの人かっこいいし、リンゴスターも自分大好きだし。やっぱりそうです。リンゴスターのドラム素晴らしいな。あの人すごい過小評価されてるドラマーだと思ってて、本当は発想力とかスーパードラマーなのに、もちろんビートルズのドラマーとしてめちゃくちゃ有名ではあるけど、ドラマーとしてなんかすごく過小評価されてるっていうような気がよくある気がしますよね。なんか曲のなんでこんなこと思いつくんだろうみたいな、そうですね、発想力が芸術的だなって僕もすごいし思うことあって、ね、ファーストの1曲目のなんだっけ、アイソースタンディングゼアとかも、レイトビートとか超かっこいいのに、超かっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいレイトビート叩ける人なのに、なんかあんまりありがちですよね。ドラマーとして取り上げられないですよね。な気がしますよね。自分は本当すごいドラマーだと思うんだけども、多分ミュージシャン視点だとそういう風に見えるんじゃないかなと思うとかって、そういうもんかなとか、そういうもんかな気がいろんな人の話聞いてて思って、僕もやっぱリンゴは大好きなんですけど、親っていうような感想を言う人いますもんね。そうね、ちょっと一時ギターウルフの方でカムトゥギャザーやってみようかなんて合わせて結局うまくいかなかったってやめたんだけどもあれもカバーしてて、なんでこんなこと思いつかんだろうなこの人はって。ギターウルフのカムトゥギャザーめちゃくちゃ聞いてみたかったんですけど、うまくいかなくて、無茶したできるわけないのに今考えると。ビートルズはゴッツがベースになってから、あいつがそれこそアイスファースタンディングゼアカバーしてやってて、たまにしかやんなかったか。そっか、僕じゃ聞き逃してたかな。そうかあんまやってなかったもんで。それこそゴッツさんなんかスペンサー・デイビスグループやったりとか、スペンサー・デイビスグループやったり、そうだなんだっけ、ギミサム・ラビンとかギミサムラビン、それこそブルース・ブラザーズも大好きだから、割とああいう感じにやってたんだけども、なんかハードコアパンクの表打ち裏打ちなんだ表打ちなんだリズムでやってくれって言われて、そうタタタタみたいなスタスタって
って感じでやってそうゴッツボーカルうまいからうまいですよね。うまいからそう本当なんか新ベースウルフはこう広がった感じもねあった気がして、確かに、素敵だなと思ってました。そうなんだろう、顔にバカって書いてあるしやっぱアーティストだなと思うし、でもちゃんと冗談通じる感じのこう適任だなって感じしましたね。そうですね。そうそれこそ昨日ゴッツと飲んでたんだわ。そうなんですね。ゴッツと会って吉祥寺の方でもう一人また別の人と、そうでその人となんか一緒にその人もう一人の人はギタリストでなんか一緒にやろうよなんて昨日初めて会って。そうなんですか。そうゴッツが知ってる人で、そうで面識なかったもんで昨日初めて会って知ってはいたんだけども、ちょっとまだ言えないけどもちょっとしたというか、昔からやってるすごいバンドのギターの人で、そうなんか一緒にやらないみたいな感じで一緒にやって、そう8ビート8ビートって自分らの世代なのかな。海外とかヨーロッパとか行ってもドラマーとかめちゃくちゃうまくて、みんなドラマーすごいうまいし、聴く側もバンド側も特にヨーロッパはドラムの大事さってすごい分かってるから、客側もだからすごくドラマーみんなうまいんだけれども、自分なんかもう最初ピストルズとかラモーンズで入って、ああいう8ビートで入ってで、多分彼らはもしかしたらレッチリとかニルバーナとかそれ以降もうちょっとで音楽に目覚めてバンド始めたのか。すごいうまいしすごいドラマいっぱいいるんだけれども、もうなんだろう8ビートのかっこいい8ビートのバンドやりたいよねって、そこら辺でラモーンズとかそういうの直系でぶっ飛んじゃったのってもう、大体年も一緒だったもんで、その沖縄って人と、うちら世代ってそれ以降ってどうなんだろうねみたいな。そう8ビートのかっこいいバンドやろうよって話してて、それこそそういうやっぱ70年代のオリジナルのパンクのやっぱすごくピストルズやラモンズとか、やっぱああいうバンドのやっぱもうストレートな8ビートってもうめちゃくちゃ活かしてるじゃないですか。かっこいいですよね。もうちょっとね後になるとやっぱハードロックの影響とかもやっぱりできて、それ悪いという気はないですけど、やっぱ別物ですものね。そうっすね。なんかまた違った感じになるし、また違った感じで、すごいかっこいい人たちもいっぱいいるし、テクニックなんか全然もう爪の皮センチで飲めよって、自分が飲むべきくらいなすごい上手い人いっぱいいるんだけども、なんかね8ビートのかっこいいやつやりたいねなんて言ってて、それこそプロフェッショナルズとザ・ザ・ズーでギターを録画された時、そうだやったわ、ポール・クックと、そうあれ僕行ったんですけど、本当になんだったら僕キックアウトジャムズ上がったんですけど、あの時に実は上がったんですけど、そっかねえ、まさか自分がポール・クックなんかと一緒にやるだなんて、これはすごいなと思って僕チケットって楽しみに行って、なんかそれこそピストルズぶっ飛んで中学の頃あの頃の自分に行ってみたいみたいな、お前将来ポール・クックと一緒にライブやることあるぞって、そのくらいの、最高ですよね。でポール・クックもね聞いた瞬間にこれポール・クックだってすぐ分かるドラムだし、そうですね。そうジョン・ジェットのファースト聴いてもジョニー・サンダースの「ソー・アローン」でもあれってこれ、ポール・クックじゃんって思ってクレジット見て、やっぱポール・クックだってあの人もなんかドラマーとして過小評価されてるような気が絶対思いますね。なんか舐められるスピード感と舐められる気がするんですよね。四つ打ちのドラムがなんだけども、それこそカウントとかまでかっこいい気がして、ポール・クックかっこいい。
そそれこそやっぱりパンクロックとかうだろうみたいな感じでこう下手なあれだろうみたいなイメージで、むしろある意味ではその実はすごいドラマなのを見せてないところかっこいいとも言える気はするんですけど、悔しくもありますよね。でもそういうかもしれないし、ね、スティーブ・ジョーンズのギターもすごいかっこいいし、最高ですよね。超かっこいいし、ね、実は曲とかすごいよくできてるけれども、グレン・マトロックのやっぱ作曲能力とねそう完璧ですよね。セックスピストルズ。それこそ、さっきもなんかそんな話してたけども、グレン・マトロックってね、やっぱシド・ビシャスがその後入ってで、あれだったけども、多くの曲プリティ・ベイカントもそうだけども、ね、主に主導権握って書いてたのは、曲書いてたのグレン・マトロックが大きく貢献してたって話聞いて、そうですよね。あの人も作曲家としてすごく過小評価されてんじゃないかなと思って、そうね、すごく生かしたブリティッシュロックの曲を書く人ですね。作る人だし、意味でね、ジョン・レノンとかなんかと同じように評価されてもいい人なんじゃないかなと、ね、それだけの功績を残した人だし、グレン・マトロックはスモールフェイセスすごく好きみたいですね、グレン・マトロックって。そう確かそうですよね。スモールフェイセスが好きで、なんか作曲家としてのそれとはまた違ってベーシストとしての評価になると思うんですけど、フェイセスの再結成でグレンが弾いてて、そうだったのか。あれはなんか嬉しいなと。フジロックそれで来たらしいんですよ。本当に。そうだったんだ。でもボーカルがロットじゃなかったらしいんですけど、そうかロンウッドもいない。いて、ロンウッドも一緒で、そうだ、それ知らなかったな。グリーンステージでそうだったんだ、フェイセスで。そうですね。でその時にソロライブとかもやって、そこからなんかグレンマとかいっぱいソロライブするよう、日本でソロライブするようになってそうだったのか。行ったりしたんですけど、そっか、一回オーストラリアで一回会ったことがあって、お店で飯食ってたらグレン・マトロクタとブロンディのクレンバーグまで一緒に今バンドやってるんだってことで、なんかライブ後リハの後かにたまたま来たみたいで、すごいやつら来ましたね。すっげえの来たなこれな。マジクレンバーグね、グレン・マトロック、そうクレンバーグもぶっ飛んでますもんね。声かけらんなかったな。声かけたらそうなんですか。マジですんげえの来たと思って、マジかよ、写真ぐらい撮ってもらえばよかったんだけども、オーストラリアっていうのがまたなんかメルボルンで、たまたま友達の日本食のレストランにいたら、2人入ってきて、すごい入ってくる。オーストラリア結構でかい。びっくりしたな。マジかよって。ロックの何かの力が引き寄せてますよね。なんだろう、不思議なことって起こるな。その日本食レストランをやってる人もオーストラリア、日本人なんだけどもオーストラリアで結構活躍してるドラマーで、もう今日本に住んでるのか。マッハペリカンってバンドがあって、名前聞いたことあります。マッハペリカン。すごいかっこいいバンドで、そこのドラマーがやってたお店で。そうなんですね。びっくりしたな。びっくりしますね。びっくりしたな。オーストラリアはそれこそいっぱい行ってますよね。結構行きましたね。やっぱオーストラリアツアーいっぱいやってるイメージは。結構行きましたね。行ったな。初めて行った時ライブ後にその楽屋にサインしてってお姉ちゃんが来て「いいよ」って聞いて「ここに」ってバーンとおっぱい出して「書いて」って言われて、そしたらもうすでにビリーさんのサインがもう一番いいところにビリーって書いてもう端っこの方にちょんちょんと書くぐらいしかできない。ビリーさん抜かりないな。ビリーさん僕すごい昔中学生高校生ぐらいの頃かな、ギタールフのウェブサイト、当時のウェブサイトで好きだったのがメンバーの
好きな映画みたいな書いてるところで、はいはい誠司さんがバックトゥザフューチャー、あターミネーターって書いてて、うんビリーさんとこ開いたらファックトゥザティーチャー、タフミネーターって書いててもうブーって吹き出してよく言う、そういうネタ知ってたな。あれめちゃくちゃうん最高だなと思ってうんそうはいあの人はほとんどそう冗談しか言わない人で、はいはいこれほど最高のギャグを言える人って未だに出会ったことないぐらいギャグの天才で、特にスケベギャグとかが多くスケベギてャグそうすごいなすごいすごい人でしたね、あの人は。もうたくさん10代の時にビリーさん、ビリーさんとオルさん、誠司さんのギターを見てたんですけど、本当に、はいそうか。それこそ早稲田大学の学園祭はいはい、ありましたねの。時に、あったなあ。当時16歳ぐらいでキックドザ・ジャムズ上がって、そうだったのか。あそこであの時に覚えてるな。でやったやった。徹さんに終わった後ちょっとお話できて、徹さんとも本当に、そうだったのか。早稲田の学生とかって言われて、そうかそうか。だったらいいんですけどね隣のバカダ大学のあの時も早稲田の中ビリーさんと歩きながら俺たちさ、早稲田の大学生に見えるかなって言っててビリーさんがいるからこっちが見られないよみたいなビリーさん何言ってんのみたいな話をして、そうそんなこともあったな。ビリーさん、オーストラリアツアーの後に亡くなられる。いや、あれはアメリカツアアメリカツアーーがですか。最後あってで、その後に直後に、ツアーこれから行きますよみたいな直前のシェルターのライブとか僕見に行ったんですよ。そうか、あの時シェルターでやったのか。シェルターで確か直前だと思うんですよね。帰ってきてじゃなかったと思うんですね。はいはい。でそれこそビリーさんにもうサインしてもらったりして僕。なるほど。それでもうだからラブロック出てしばらくしてとかですよね。そうかそうか、あの時シェルターでやってたか。シェルターでもなんかワンマンかなと思うんですけど。はいはい。でそうかそうか。やっぱもう一番ギタールフのめり込んでて、いや僕としてもだから嬉しいな。びっくりでしたけどね。やっぱ友達から電話もらってビリーさんがっていうの聞いて、まさかあの時はね、この前お墓参り行ってきて17年そのぐらいですよね。 17回忌それはちょっと違うのかな、分かんないけど17年前だってなって、そんな経つのかって。そういえばあの時僕ベースウルフにも応募しまして、本当に落選したんですけど、誠司さんから丁寧なお手紙が嬉しかったですね。有事に決まる時、そうです。そうかそうかなるほど、そうかね。今日この後有事ん家に遊びに行くんだけれども。そうなんですか。時間は適当でよくて、ありがとうございます。あいつが有事がいたからビリーさんの後なんて本当みんな難しかっただろうけども、そうですよね。有事だからできたことだし、周りに負けないし強いやつだし、いいやつだし、すごく良かったですよね。そう有事だったからギターウルフはその後も存続できたんだと思うし、みんなビリーさんのこと大好きだったから、自分の家族みたいに付き合ってる連中もうやっぱりビリーさんみんな大好きだから、そういう場に行っても有事を結構言われてたと思うんだけれども、全部跳ね返してたし、またおっかない顔した連中に囲まれてあったけれども、本当20歳になるかならないかぐらいの頃19で加入したの19で、すぐ20歳になってで、有事でよかったなって今でも思うし、そうですよね。そうでゴッツになってて、ゴッツさんはゴッツさんでなんかいきなりドハマりみたいな感じがしますね。あいつはなんかね、本当誠司さんが宇宙とか、UFO とか、なんかドカーンって感じで、その隣でゴッツはなんかゴジラの親戚とかなんかそんな感じでゴジラの親戚そう、なんか本当に口から火とか吐けそうだし、
そうですね。ねえ、そうそう。だから自分がちゃんと人間としてちゃんといなきゃなみたいな気はにはなってたんだけども、一つが人として、徹さんもついに脱退ということで、はいはい、やっぱりまあ大きな決断じゃないですか。はいはい。っていうのはどういったところでまあ脱退っていうところとか、まあ一言で言うことでもないと思うし、デリケートな話だと思うんで。なんだろう。なんですかね。やっぱかっこいいことしかやりたくないじゃないですか。かっこいいことしかやりたくない。そこは誠司さんも自分もすごくそれはピュアで、ロッカーですかね。そうかっこいいことしかやりたくないってのがあって、で自分の思うかっこいいと思うものと誠司さんの思うかっこいいもののちょっとズレが大きくなってきてしまって、まあ自分は自分で今ずっと今までもずっとそうだし、かっこいいことしかやりたくないし、今もこれからもずっとそうだし、誠司さんも同じようにそこに関してはやっぱりすごくピュアな人間同士なもので、やっぱね、そこが違っちゃったら一緒にいる意味もないし、一緒にやるなんだろう、一緒にいる意味がないってわけじゃないけど、次の場所へ行く時みたいな、そこに関してはそう2人とかギターウルフだし、その時点で自分も、やっぱりかっこいいものしかやりたくない、ね、ギターウルフはやっぱり誠司さんがリーダーでやってるバンドだから、そうあの人のやりたいことを自分は邪魔したくもないし、これは違うんじゃんって言ったりもう結構したことも多々あったけれども、でもね、あの人はあの人のかっこいいことを貫いてほしいし、自分は自分でかっこいいことをやりたいし、だからそういうところでなんかね、かっこいいことというか、そう楽しいバンド、また別でね、かっこいいことやろうって。僕としてもやっぱりみんなも絶対すごく楽しみだし、やっぱもう31年もされてたんですよね。よくやったよな、31年も。もう僕が33歳なんですけど今、同じぐらいの歴史ですよね。そのくらいやってたんだ。そのくらいやってたんだ。もう子供が生まれて大人になるまでですもんね。そっか。それこそそこの新宿のジャムでバックルザグレーブっていうイベントやってて、でそこでそのイベントが毎回誰が出ようが好きで、毎回ライブ見に遊び行ってて、そこである時ギターウルフって出てきて客でその時は見てて、そのイベントに出てくるバンドってどれもかっこよくてどれも最高だなって、もうどのバンドも本当素晴らしくて最高と思ってたんだけども、ギターウルフが出てきた時、その1回だけ見てあんまりにもひどくて初めて外出ちゃって見てらんねえってなって下手くそで、すごい技術もないし、その自分が自分が見た時のライブってのはドラマーがそのライブの直前に抜けちゃったみたいで、でその2週間前に抜けたっつったか、もうど素人の誠司さんの弟、ドラム1回もやったことない弟にドラムを叩き込んでライブやったっていう。サンダーローズのそう正治があきらくんか、あきらくんがやって、でそうひどくて見てらんなかったんだけれども、そんなこと。そうで人からの紹介でやってみないって言われてでたまたま友達ん家でいたら
その人はその誠司さんと以前から全然知ってる人で、最初はもう最初は断ってたんだけれども、そういやあのバンドはって、ドラマはちょっとやってたもんでそれ以前から、いやでもあのバンドはねってなったんだけども、そうそれこそその人ってジャッキー・アンザ・セルックスのエノッキー、ギターのエノッキーの家で遊んでたら、そんな話言われて、あの人もすごいじゃないですか。そうですね、エノッキー素晴らしい、最高だし、その自分の感性じゃなくてこのエノッキーがいや誠司君あの人ほんとすげえよと、あの人天才だよすごいよってすごい言われて、やってみたらって言われて、で自分の感性ではなくエノッキーの感性を信じてみようと思って、とりあえず一回じゃあスタジオとりあえずで行ってみようかなって、本当とりあえずで行って、でスタジオ入って初めて会うじゃないですか。でスタジオでよろしくってんですごい覚えてんだけども、その誠司さんとまず握手して、でビリーさんと握手したら、この2人の握手がすごいかっこよくて、めちゃくちゃかっこよくて、うわこの人たち本当にかっこいいと、めちゃくちゃかっちょいい、じゃあやろうって、思って、そっからが始まりだったのか。やっぱりいろんなバンドってこう誰かが入ってそれでもその持ってた種が発芽するような、花になるような、開花するような現象ってあるような気がして、それこそその最初に徹さんが見たギターウルフがあって、でちょっとつまんなくて出てしまったってなって、でもえのきさんは多分その種は見えてたんでしょうね。どうなんですかね。で徹さんが入ってやっぱバンドってやっぱそんなけどガチッとなって。どうなんだろう。発芽したんじゃないかなとか聞いてると、自分初そこそこで暇で、そうしょっちゅうエノッキン家に遊び行ってて、邪魔だったんじゃないのかなと思う。なんかやれよみたいな、つもりだったのかもしれないし、分かんないけれども、そうでもそっから31年もやっちゃったんだもんな。間違いなく大正解だったと思いますからね。